ちゃん、トイテンラひろみです。私は今ここに見えるサイゴン川の目の前にいます。サイゴンリバー、とても眺めのいい川です。で、川より気になるのがこのバイクの多さなんですが、すごくないですか？今土曜日のお昼ぐらいなんですけど、もうこの数がもうずっと行き交っていて、もう波が途切れない。ずっとこんなにバイクあるんかっていうぐらいバイクが流れてます。でもね、ここに来てからこういう大きな車が以前より増えてるなっていう感じがしますね。車率がちょっとずつ上がってきて、だんだんベトナムの経済バーンいってる感じの雰囲気が感じられます。今日泊まっていたのがこちらのホテルで、リバティセントラルサイゴンリバーサイドというとても素敵なホテルでした。なんですが、ちょっと諸事情によりましてこのホテルの動画は撮れていないんですが、とてもよくって、朝食はねサイゴン川を見ながら食べれたので、もうとても大満足な滞在でございました。というわけで今日はまずはね、両替をしに行こうと思います。ホーチミンに来てから1回も両替してなくって、前回のベトナム旅行に来た時に余ったベトナム丼でとりあえず今まで生きてきたので、新しくね両替してみます。今日行くところは59番という両替所です。両替するところは空港でももちろんできるし、あと両替所、街にある両替所だったり、あと銀行でもできるんですけど、かなりねレートが違うんですよね。時期によっても違うけど、場所によっても全然違うので、比較的レートがいいであろう59番という街の両替所にね向かいます。すごい気持ちいいよ。気持ちいいし、バイクの音も心地いいんですが、とにかく暑いです。めちゃくちゃ暑い。日本はね春だったのに、ここはもう真夏にこのマスクが結構ねこもって、注意しながらこまめに休みながら行きましょう。で、まず来たのがねこちらドンコイストリート、ドンコイ通りという通りです。ここはベトナムの銀座と呼ばれる通りで、まさに高級なこうブティックであったりとか、ブランドショップとかホテルとか、銀座のベトナム版といったところなので、もう観光の中心地にあります。このドンコイ通りの真ん中ら辺にねちょうど両替所があって、立地がいいのでかなり観光客にも使いやすい場所なので、ぜひ街中でね両替必要になったって言ったら、ここに皆さん来てほしい。参考になればと思ってまずは行きましょう。土曜日のお昼なのにお店が結構閉まってるところが多いな。コロナが始まって結構ねお店がシャッター閉まってたっていう情報はあったんですけど、観光客再開したけどやっぱり開いてないってことは潰れちゃったのかね。シャッターにはチョウトゥエニャー、あ、こっちもチョウトゥエニャー。もしかしたら賃貸募集みたいな、そういう感じなんですかね。シャッター閉まってるところにチョウトゥエって書いてるから、お店がこれからどんどん変わっていきそうな感じがしますね。ここ今日のね泊まってたホテルからもめちゃくちゃ見えて、めちゃくちゃね高いビル、西新宿にね建ってそうな高いビルあるなと思ってたんですけど、中がねめちゃくちゃおしゃれそうで、入り口すごくないですか？マーライオン、タイムズスクエアサイゴン、なんかね高級なホテルが入ってるみたいですよ。で、中めっちゃ高級そう。トランプタワーみたいなね、トランプタワーね私入ったことあって、すっごい金ピカだったのニューヨークの55番街のあのトランプタワー、まず入るのがすごく厳重で、入ったらねもう壁一面金金金金金
でスターバックスとかも入ってて、なんかもうお金の匂いがするっていう感じの素敵な場所だったんですけど、なんか高級感がすごい同じ感じで漂ってます。こうやって街歩いてるだけでね、ノンラーかぶってる人がいたりとか、あ、かわいい。子供服とかあるんだ。ベビーグッズとかもあるんだ。いいな、娘に買って帰りたいたまにこうやってね、ちょっと壊してるのかな、解体工事が行われているところもあって、建物も年季が入ったというか、こう時代を感じるような建物もあるところだから、ね、こうやって月日が経つにつれて変わっていくのかな。靴屋さんもいるし、ここはね、グェンフェ通りと平行に通っているので、グェンフェ通りにね遊びに行った時にもちょくって寄れるようなところです。この辺はすごくお店開いててね、ベトナム生地が豊富だから布屋さんとか服屋さんいっぱいあります。こういうなんだっけ、オメガ、オメガ、これぞ銀座ですよ。どんこいですよここのチュングエンレジェンドは前回来た時にね、ジャコウネコの糞のコーヒー飲みましたっていう、うんちコーヒー飲みましたって言ったところです。でここはグッチもあって、これグッチと一緒なのか隣、いや一緒なのかな。シェラトンホテルがね入ってます。シェラトンサイゴンもあるような立派なところで、懐かしい。ここがですね、ボンセンホテル。ここも前回来た時泊まってたっぷり紹介したんですけど、ここは三つ星ではあるんですけど、かなりこのドンコイ通りの中心にある、向かいがシェラトンってぐらいすごいいいところにあるので、もう観光客にとってはもうバッチグーなところですし、中はねちょっと年季入ってる感じもするけど、それがもうベトナムらしいというか、だから総合的に見て、立地と中身といろいろ考えて、ボンセンすごいおすすめできるなっていうところです。ボンセンは系列なんだけど、このドンコイ通りのボンセンホテル、すごいおすすめです。というわけでボンセンをちょっと歩いた、本当ボンセンの30メートルぐらいしたところに、ここにあるのが両替屋さん、マネーエクスチェンジ59番という両替屋さんです。円をドンに変えることもできるし、ドルをドンに変えることもできるし、本当にもう中心ですよね。ドンコイの中心、そこには市民歌劇場もあって、ここにね地下鉄の駅もできるから、もっともっとこれから盛り上がっていくようなところでもあると思います。ここのエクスチェンジに行きましょう。1万円を握りしめて入ってみます。はい、円チェンジドン what rate？ じゃあお願いします。1万円お願いします。カモン。確認。円とドル、これはなんだ、これはヨーロッパ。カモン。これ誰なの？ IZ？ I？ 誰？ I？ I？ こっちの中の人ねなんかこの男の人は名刺の男の人で、なんか中の人みたいです1万円を換金してこんなにたくさんのお札がもらえました。今日のここ59番のレートは195万ドン、1万円が195万ドンということでした。まず数えましょう。50万ドン、50万ドン、
20万ドン、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 10万ドン、5万ドン、これで195万ドンです。あんまり外でねお金出してるとちょっとあれなのでささっとしまいます。結果ここの59番の今日は195万ドンに変えてくれたということで、私が思っていたより結構いいレートで変えてくれたなって思います。本当はね空港のレートと比較したかったんですけど、空港が早朝着く感じだったので窓口開いてなくって、だからここのお金でしかないんですけど、最近ドンが下がってきた、円が下がってきたかなんかでドンへの換金率があまり良くない状況だったので、それにしても195はかなり良心的だなと思いますね。今までベトナム旅行で換金してレートが一番良かったのが208か213もあったかな、それぐらいまで行ったんですけど、一番低くても190何万ドンとかだったので、割と平均的というか、最近換金率が悪いと聞いて185万ドンとか180万ドンとかになるかなって思っていたので、だから195ってすごいありがたいですね。観光客が来るような街にはこういう両替所あると思うので、こういうとこね見つけていくのもいいし、もし近くにそういうところなかったら銀行とかアクセサリー屋、シルバーゴールドアクセサリー屋みたいなちょっとキンキラしたお店とかでもエクスチェンジできるとか聞いたら、できるよって言って割と換金率もそんなに悪くなかったような気がするので、でもなんか違法だとかどうだとかなんか話も聞いたことあるんでちょっとよくわからないんですけど、いろんなところのね換金率を見てみるのも面白いです。この辺に来られたらぜひ皆さん59番寄ってみてください。ベトナムのお金は桁数がすごい多いので分かりにくいかと思うんですが、通貨とかレートとか実際にベトナム旅行に来た時にお店で何番ドンいくらだろうっていう風なのがすぐに分かるような計算の仕方というのを紹介している動画があるので、こちらもぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.